結構すごくないですか？全部入っちゃいました。まな板、テーブル、クーラーボックス、ペグ。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はスーパーカブ C125 にキャンプ道具を積んでみたいと思います。で今回はスーパーカブ C125 にキャンプ道具を積んでみた2021年バージョンをやってみたいと思います。私のね最近使っているねキャンプギアたちをサクッとねご紹介しつつカブにね積んでいけたらいいなと思っています。実はね毎回キャンプに持っていく道具がちょっとずつね違っているので積み方はバラバラなのでちょっと入るか心配なんですけど、お家で入れてきた時は無事に入ったので多分ね入るんじゃないのかなと思います。私が前回スーパーカブ C125 に積んでみた動画を出した時はまだキャンプ始めたての頃だったので多分ねニューフェイスがね多いんじゃないのかなと思います。今ここにねキャンプ道具を出してみたんですけどどうですか？結構多くないですか？毎回ねこれ全部ねカブに積んでいるわけなんですけど、積んでる私自身もどうして入っているのかと不思議に感じるぐらいです。はい、それじゃあ早速ですがやっていきたいと思います。ちがみなの動画、これがね私が次のキャンプで持っていこうと思っているキャンプギアたちです。じゃあ一つずつサクッとご紹介してみたいと思います。はい、まずはこれ DOD のライダーズワンポールテント。私のキャンプでほぼほぼ毎回使っている愛用品です。すごく軽いし女性一人でも簡単にね組み立てられるのでこのねテントはめちゃくちゃおすすめです。スームルームのチタン製のペグです。もちろんテントの付属のペグもあるんですけどそれ折れ曲がっちゃってもう使えない感じなので新しいペグどうしようかなーって探してた時に見つけたペグなんですけどこれ思いのほか良かったです。はい、やっぱペグがね刺さりにくいところもあるんですけどこのペグは結構ね刺さりやすいと思います。そして軍手、モンベルの寝袋。この寝袋はモンベルのダウン派が800です。女性用ですね。これねめちゃくちゃいいの。寝心地がやばい。今まで Amazon の寝袋をずっとね使ってたんですけどそれに比べてではありますけど寝心地がめちゃくちゃいい。寝返り打っても窮屈感がなくて快適に眠れます。ただ真冬にこの寝袋だけで寝ると結構しんどい思いをするかもしれないです。はい、これはねずっと前から使っているキャンプギアです。なんだかんだ新しいものに変えていないのですごいね使い勝手がいいんだと思います。保冷袋、割と最近購入したペコエコ、結構前に購入した B6 くん。これね去年の秋頃か夏頃かぐらいに購入したんですけどそこからキャンプできる機会がなかなかなくって冬突入しちゃって冬って焼肉っていうよりかは鍋キャンみたいなことをするのでまたね暖かくなってきたから焼肉やろうかなと思って次のキャンプねこれ持っていこうかなと思っています。使うのがめっちゃ楽しみです。ロコスのミニラウンドストーブベアボーンズランタン。はい、もうこれはねキャンプ始めたぐらいからずっと使っているランタンです。めちゃくちゃ可愛くないですか？これカラー確か何色かあるので別のねカラーも欲しいななんて思ってます。焚き火をいじる時に使うハサミです。ガス缶カバー。これはテーブルです。これもテーブルです。ソロキャンの人みんなどうしてるかわかんないですけど私は結構料理とかもするのでテーブル作業用のテーブルとご飯食べ入れのテーブルで2個持って行ってます。ちがみなの動画でお次は焚き火台で焚き火台はなんだかんだこれずっと使っています。で焚き火台って結構汚れやすいのでこれ実は2台目です。はい、そしてメスティンです。中にはね固形燃料が入っています。で最近ね培養素が欲しくて購入したランチョンマット。これめちゃくちゃ可愛くないですか？これねテーブルに引くだけで結構ね映えるのでもしねキャンプ映えさせたいよっていう人いたらこれを乗せるだけでとりあえず映えるのでおすすめしときます。カッティングボード、私結構カッティングボード何個か持っているんですけど次キャンプに行ったらキャンプ飯はステーキにねしようかなと思っているので大きめのねカッティングボードを持っていきます。はい、いろいろ入っているやつ。この中にはスプーン、フォーク、お箸。はい、プリムスのね P153 ウルトラバーナー。これ超コンパクトだから毎回ね持ってってます。外のスライドガストーチです。これはもうね持っていかない日はありませんっていうぐらい必需品です。もう寒い冬キャンの時でも風がビュービューの時でも大体つきます。オピネルのナイフ。1年ぐらいね、使っているんですけど、結構切れ味がいいので毎回持って行ってます。
なんだかんだねナイフって使うんですよね。折りたたみの椅子、ルーメナー、これは絶対に持っていく必需品です。私はキャンプ中夜もね撮影するんですけど、このライト1個あれば夜の撮影が十分にできるなってぐらい明るいので、これはね毎回持って行ってます。コンパクトリュック、皆さんはどうかわからないんですけど、私のカブキャンプの必需品ではあります。やっぱりスーパーカブ C125 で、どうにかこうにかねキャンプをすることができてはいるんですけど、どうしてもね食材を買い足したい、だけど入る場所がないみたいなタイミングってあるんですよね。でその時にこれ1個あるだけで私が背負いながらキャンプ場に移動することができるので、これはね毎回持って行ってます。はい、風よけ、タラーン、これはね冬キャンではね大体持って行っているんじゃないのかなと思います。寒いし風も強いってなるともうほんとね火がつかなくなっちゃうんですよね。その瞬間にこれがないとご飯を温めることは不可能に近いので、冬キャンの時はねほぼほぼ持って行ってますかね。はい、これはちっちゃいね風よけと、あと固形燃料を置いとく台です。結構小さいし便利なので、ご飯炊く時はこれ毎回ね持ってってます。はい、ランタンポール、鳥西、これ最近買いました。あとちょっとビニールに入れて見えづらいかもしれないんですけど、着火剤、カメラバッグとボックスの中に入らないものをくくるツーリングネットです。私のキャンプではだいたいこれ全部持って行ってます。ちがみなの動画。ちなみに私のカブにキャンプ道具どこに積むかっていうと、まずこの JMS のニューラゲージボックス M サイズと、ここにね若干のスペースあるの分かりますか？ここにテントとかを積みます。それじゃあまずねボックスの中にキャンプギアを入れていきたいと思います。まずね焚き火台、これちょうどねギリギリ入るサイズなんですよね。であとテーブル、椅子、まな板、テーブル、クーラーボックス、シュッとペグ、はい、風よけ、これもねこの辺に詰めて、ランタンポールはここかな。スノーピークのクッカー、この中にガス管をね入れちゃって、この辺に置いとく。カメラケース、いろいろ入ってるのねこの辺にとりあえず入れときましょう。後でちょっと配置は変えたりとかもします。ランチマット、この端っこら辺がスペース空いてるんでここに入れときます。ラウンドストーブ、メスティン、おぴったりで、軍手、ベアボーンズランタン、これ割れちゃう危険性があるので、こうやってね軍手の中にしまい込みます。でちょっとクッション性よくしてこんな感じでしまって、ビーロックン、キャンプに持っていくの初めてなので多分ね最初に入れた方が良かったですね。多分この辺が一番いい感じだと思う。ちょっとギリギリ、この辺は適当ですね。スパイス、着火剤、これも最初に入れる予定だったんですけど入れ忘れました。この辺に置いときます。でエコルミエールランタン、どうしようかな、これにしようか。ミニリュック、はい、ざっとこんな感じです。でまだね余裕があるように見えるんですけど、ここにちょっと今日忘れてしまったエアマットレスとかも入ったり、私が普段背負っているショルダーバッグを入れたりとかしています。それを入れるとだいたい満タンになるかなって感じです。閉めちゃおう。で最後にこれテントと寝袋をこんな感じに積んでツーリングネットでくくる。ちがみなの動画。はい、というわけで一通りキャンプ道具が積み終わりました。皆さんいかがでしょうか？結構すごくないですか？全部入っちゃいました。でこの他にもね今積んでない三脚とかはここのネットにねくくったりとか、あとさっきも言ったかもしれないんですけど今日忘れてしまったエアマットも、この中に入れたりとか、このねネットもまだ余力があるのでここに挟んだりとかして持っていってます。スーパーカブ C125 でキャンプ行きたいって方はぜひね参考にしていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、で毎回ね積んでみて思うんですけど、行きはねすごいねすんなり入るんですよ。これがめちゃくちゃすんなり入るんですけど、問題なのは帰りね。帰りってなぜか知らないんですけど物が増えるんですよね。なので帰りの方が結構ね積みには
ギリギリになっちゃってます。まあこんな感じでね、コンパクトなギアを揃えたりすれば、スーパーカブ C125 でも1人分ぐらいだったら、持ち運べるのかなと思います。で、コンパクトかつおしゃれで便利なキャンプ道具ってなかなかね探すの大変なので、もしいいキャンプ道具知ってるよとか、スーパーカブ C125 に似合うキャンプ道具知ってるよっていう方がいたら、コメント欄で教えてくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。